動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。2月に入りました。剪定開始の時期までですね、約1ヶ月というふうになりました。この1ヶ月の間にですね、今年の一軸補助における散布作戦を立てました。ということで、今回はこちら。私のですね、一軸補助に関する散布作戦をご紹介させていただきます。では、早速いってみます。今回の作戦目的3つございます。イチジクを病害虫から保護し、健全な収穫を目指す。ラックコードのローテーションにより、抵抗性の発現を阻止する。適正防除による被害の最小化になります。まず、イチジクのですね、害虫、どのようなものがあるのかと言いますと、こんな感じですね。4つあります。アザミウマ、カミキリムシ、ハダニ、カイガラムシとなります。今回ですね、AI にスライドを作ってもらったら、英語でなんかかっこよく作ってくれましたね。アザミウマスリップス。英語で言うとスリップスですね。カミキリムシもですね、この被害のところ面白いですね。見ると、ステータスのところが、ボーリングスレッズになってますね。先行、穴開ける脅威。確かにそうですね。穴を開けていくのでってことですね。ハダニの方は集団で襲ってきますよであったり、カイガルムシの方はですね、殻に覆われてるんで、いわゆるハードっていうふうに書いてありますね。面白いですね。で、最近はですね、私のところこれ以外にもう一つ出てきてるのが、イチジク一人もどき。そしてもう一つ、これ今話題になってきてると思うんですけども、これですね、吉瀬農園さんのところでですね、かなり話題になってたと思うんですけども、中国編み笠羽衣ですね。私のところではですね、まだ見てないんですけども、なんか徐々に北上してきて、今年来年あたりくらいからもしかすると発生してくるかもしれませんね。このカミキリムシもですね、数年前までは私のところではですね、ほとんど被害がなかったんですけども、ここ数年非常にですね、大きくなってきております。温暖化の影響だと思うんですけども、南の方でですね、発生をしてね、徐々に北上してきている感があるのではないかなと思ってます。全体をご紹介させていただきます。散布の方はですね、全部で6回を予定しております。1回は予備となっております。スタートは3月、終了は7月の頭という具合になっております。では、実際の散布計画を紹介させていただきます。まずですね、3月第1回目の消毒はこちらになります。石灰魚合剤ですね。こちらのですね、目的の方は、越冬病害虫、貝殻虫、宿陽病、肌に類になります。冬の間ですね、じっとしてですね、過ごしてきて、春先になって出てくる病害虫を先にですね、叩く。補助のですね、リセットを行います。4月、5月の方は消毒作業はですね、しません。6月ですね、6月に入りまして行うのが、害虫駆除と殺菌作業の混用ですね、消毒の混用を行います。利用する薬剤は私は JS になります。殺菌剤として利用するのは Z ボルドになります。まずですね、JS の方からお話しさせていただきますと、JS の方は高い浸透性があって、しかもですね、長い間ですね、効き目が続きます。注意事項といたしまして、こちらの方はですね、収穫前45日前までという決まりがあります。なので、シーズンで負けるのは1回だけになります。こちらの方ですね、皆さんご存知かと思うんですけども、オルトランの水和剤ですね。ホームセンターなんかに行きますと、オルトランの流剤とか水和剤っていろいろ売ってると思うんですけども、この水和剤のジェネリック農薬となっております。つまり中身的にはほぼ一緒になります。ちなみにですね、オルトラン、イチジクのですね、木に使う場合は水和剤になります。顆粒のものですね、粉のものは使用しないようにしてください。次にですね、Z ボルド。こちらの方はですね、銅剤になります。銅なので非常にですね、殺菌作用が高いです。カビ、細菌類にですね、すごいバリアとなってくれます。なんですが、銅剤の場合はですね、どうしても薬害が出やすくなりますので、薬害リスクをですね、軽減するために、炭酸カルシウムを一緒に混ぜて散布するという必要性があります。こちらにも書いてあるんですけど、私の場合はですね、クレフノをですね、混ぜて散布いたします。次にですね、6月の2回目、1回目のですね、散布から1週間から10日かけて行います。利用する農薬はダントツ水溶剤になります。こちらはですね、アザミウマ、カミキリムシに効果がある薬剤となっております。神経系にですね、作用をいたしまして、虫を退治するという状態になっております。6月3回目の農薬は、はい、こちらになります。エクシレル SE ですね。今回私初めて利用いたします。
こちらの方のですね、対応もアザミウマとなっております。メーカーさんのですね、歌い文句をお借りさせていただくと、食害がピタッと止まる。次にですね、6月の4回目。こちらです。実際4回目と書いておりますが、10日ずつですね、やっていくと、おそらく7月の頭になる可能性があります。この時期はですね、もう本州、梅雨に入ってるか入っていないかくらいの状態だと思います。利用する薬剤はですね、まず殺虫剤とこちらも殺菌剤をですね、混用して散布いたします。利用する殺虫剤はスピノエースを予定しております。殺菌剤の方はレーバスフロアとなります。スピノエースはアザミウマに効きます。レーバスフロアブルはですね、非常にですね、こちらはですね、疫病に対する最終回答と言えるぐらいですね、非常にですね、定着力が良くてですね、多少の雨、ゲリラ豪雨、梅雨なんかの長雨でもですね、効力がですね、失われないような仕組みになっている非常にですね、優れた農薬となっております。こちらをですね、散布してですね、梅雨を乗り切るという具合にします。次、7月。これは間違いなく7月になると思うんですけれども、最終的なですね、殺虫殺菌を行います。殺虫剤はコテツフロアブル。殺菌剤はダコニール1000になります。おそらくダコニール1000をですね、皆さんご存知ですね。非常に幅広く使えるですね、殺菌剤となっております。イチジクのですね、疫病、サビ病に対してですね、非常に効果があります。本当にこれさえ巻いておけば安心と言われるものですね。そしてコテツフロアブル。こちらの方はアザミウマ。そして梅雨明けになりますとどうしてもですね、ハダニの発生が考えられます。で、こちらはですね、ハダニにも効果がありますので、この殺虫剤でアザミウマとハダニに対してダブルパンチを加えるということになります。最後にですね、予備戦力として残しているのが、このアーデントと呼ばれるものです。で、こちらもですね、ハダニ対策となります。これはですね、先ほどコテツフロアブルの方を巻きましたけども、コテツフロアブルの方を散布してハダニが抑えられたとしても、ハダニはですね、1回だけじゃなくて多数発生する恐れがあります。その際にですね、この、アーデントをですね、利用していきたいと思います。ちなみにアーデントの方はですね、9月から10月にかけてのですね、症状媒を媒介して伝わる酵母腐敗病にもですね、非常に有効な農薬となっております。で、一つ注意事項ございまして、実はアーデントの方はですね、もうすでにですね、製造の方ですね、終了いたしました。なので、新たに購入することはもしかするとできないかもしれません。お店でね、在庫として持っている場合は、販売してるんじゃないかなと思います。使用ができなくなるのではなくて、単に物がなくなっていくという状態です。私の方も自分で持っている分しかもう残りがないので、それがなくなったら終了となります。で、ここでですね、6月にですね、ものすごい集中してですね、殺虫剤を撒いてるのはなぜかと言いますと、アザミウマがですね、どうしてもですね、イチジクの方のですね、実に入り込んでしまって、いわゆる被害下になってしまうのを防ぐために、このような形で集中で4回やってるような状態になっております。1回巻きますと、現在いる成虫がですね、いなくなるわけなんですけども、卵にまでは効いてないので、その卵が孵化するのがだいたい1週間から10日後ぐらいにですね、またアザミウマが発生しますので、成虫になったアザミウマをまた叩くために2回目にするわけです。そうするとぐっとまた密度が減るわけですね。それを繰り返していって4回。なぜ4回かと言いますと、7月のですね、だいたい上旬ぐらいになると、アザミウマの発生っていうのは収まりますので、その1ヶ月間をどう乗り切るか。6月の頭から7月の上旬までで、だいたい10日間隔であると、4回ね、散布する必要性があるために、4回巻くという具合にしております。次にですね、殺虫剤についてちょっと大事なことをお話しします。この6月のですね、1回目の方からここに書かせていただいてるんですけど、ボトルに私 1B、こちらは 4A、これは28、これは5、そして13と出てますけど、これは何かというと、ラックコードと呼ばれるものになります。ラックコードですね。農薬のですね、効き方を分類したコードです。同じ系統の農薬を連続使用すると害虫が抵抗性を持ち、薬剤が効きにくくなります。私ですね、最初の6月のですね、殺虫剤、JS とオルトランの話をさせていただきました。こちら2つはですね、名前は違いますが、ラックコードの系統からしますと全く同じものとなります。1B というふうに系統的に同じです。オルトランのジェネリック農薬が JS。
になりますので、同じなんですけども、これでちょっと 4A で今回ダントツで書かせていただきましたけど、じゃあ4回でもですね、全部ダントツ使えばいいじゃないかと。そうすると、1回目はいいんですけど、2回目、3回目、4回目とどんどんやっていきますと、アザミマンがですね、同じものばっかり来ますんで、生き残ってくるのもいるわけですね。そうすると、生き残ったやつは、そのダントツが効きにくいアザミマンになるわけです。で、2回目巻いても、退治できると思いますけども、それでも残ってきます。それはさらに抵抗性を持っていくので、どんどんダントツが効きにくくなるということなんですね。そうならないがために、1B スタートして、次が 4A。28、5、13と全くですね、違う系統のものを使ってアザミウマのですね、抵抗性を持たないようなですね、散布方法を用いています。これはですね、皆さんホームセンター買いに、もしですね、農薬を買いに行った際に、農薬の方にですね、必ずラックコードっていうのが記載されておりますので、商品名が違ってもですね、ラックコードが同じものっていうのがありますので、連続使用にならないようにですね、気をつけて購入、そして使用をしてください。最後にですね、規定として書いておきました。はい。農薬を利用する場合はですね、ラベル、使用方法ですね、しっかり読んでいただいて、希釈倍率、そして利用回数もありますので、しっかり読んで、遵守して利用してください。2つ目ですね、農薬の混用についてです。で、私もですね、混用をしております。で、これはですね、推奨はされておりません。基本農薬は単用になります。ただしですね、混用のやはりですね、ニーズがあります。どうしてもですね、巻くための手間がかかりますので、どうしてもね、混用したくなるんですよね。メーカーさんもその辺は組んでいただいてですね、混用の表といいましょうか、混用の確認した表っていうのを公開しているところが非常に多いです。私もですね、虎鉄フロアブルとダコニール1000混用しておりますけども、そちらもですね、虎鉄フロアブルの方の混用表を確認すると、ちゃんとですね、イチジクの場合、ダコニール1000で丸がついてる。混用しても効果ありましたよ、問題ありませんでしたよというのを公開しております。なんですが、単用、静音が基本です。混用はあくまでも自己責任となります。散布する場合は防護用としてメガネ、マスク、手袋を着用する。それと最後、飛散防止ですね。風が強いとですね、飛散しやすくなって他の畑にもですね、影響を及ぼす可能性がありますので、できれば無風、弱風の時に散布しましょう。最後にですね、はい、もう一度出しておきますけど、散布作戦表を出しておきます。こんな感じです。参考になれば嬉しいです。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。